今回はこちらの日記について動画を撮っていきたいと思います。このノートを見て日記なのかと思われそうなんですけど、おそらくこちらは無印良品でスタンプが押し放題みたいな時もありまして、その時に買ったものなんですね。で、人の顔がスタンプで貼られていますね。色はエッフェル塔みたいなハンコが押されてて、後ろに私の宝と書かれております。なんとかの生きた日、ここは私の名前です。これ何かと言いますと、私中学3年生の時に夏くらいから不登校になったんですね。で、結局卒業まで行くことはできなかったんですけど、その時にほぼ毎日ではないんですけど、でも時によっては毎日のように日記を書いておりました。こういう風にもぎっしり書いておりまして、ずーっと暇だったんですよ。やっぱ不登校って暇なんですね、なんやかんや言って。で、考えたこととかはずーっと書いて、ちょっと末尾は赤字で、今日も一日ファイトです、明日もできられますようにって。ここかな、1月13日とかはスマップ解散かも、未来の私どうなってますかって書いてあるんですよ。卒業式の日であったりとか、最後は高校3年生の私が書いた何とも言えないポジティブな文章で日記はもう終わってるんですけど、その中のうちのこの9月17日木曜日の日記を読みたいと思っております。お付き合いいただければと思います。作業用 BGM としてでも、当時の私が考えていたこと、日記に書いていたことを読んで少し心が楽になってもらえたらなと思います。久しぶりの日記。夏休みはただただ弟がいるから書けなかったけど、夏休みが終わっても書く気力すら湧かなかった。将来のことがとても不安。でも、それ以上にママに嫌われることが怖い。でも、それ以上にママが壊れるのを見たくない。本当ならママが笑顔になるためだったら何でもしようと思うけど、学校に行く勇気がない。私はただの弱い人。現実を見ればダメなことは分かっているけど、ママに生きているだけでいいよ。ママは私のことを愛しているよと言ってほしい。いや、本当は思っていると思うけど、言葉にして伝えてほしいと思う私がただのわがままかな。ママも私も不器用だと思う。だからお互いに言葉で言ってくれないんだと思う。今でも少し後悔してないって言ったら嘘になる。あの時このまま休めばずっと学校行けなくなるんじゃないかって薄々分かっていた。それならどんなに辛くても学校に行き続けておくべきだったと、今でも答えはわからない。2ヶ月前の日記。1ヶ月ぶりに読み返してびっくりしている。私自身は変わっていないと思っていた。でも気持ちが全然違う。2ヶ月前は本当にポジティブだなと思った。でもこれ、ママにいじめられているのと何回も言われて困っている。全力で首を振りたいのが本音だけど振ることができない。あんなのいじめじゃないなんて分かっている。小5の時にゴミ箱にゴミを捨てに行かされた時は、このまま素直に従っておけばよいだろう。そのうち楽しくなってやめるだろうと思った。そして本当に亡くなった。それもあんまり覚えていないけど、本当すぐ、1ヶ月もかからなかったと思う。小6の時は、2人ともクラスが違ったのかな。本当に何もなくて、成績も上がってきて充実していた。中1の時は、文化祭のことでした。文化祭が2人と一緒になったのかな。覚えていない。もう中2に行こう。中2の時は2人と離れて、でも文化祭が最悪で最高だったのを覚えている。一人にやってもないことやってないでしょと言われて悲しかった。その頃くらいからかな。みんなというか女子の半分から大半くらいに上の名字で呼ばれるようになった。体育祭で2人と一緒になってどうなったかあんまり覚えていない。着替えの時に何か言われたような気がするけど、着替え方がどうこうって話してたかな。文化祭終わったら関わることすらなくなって、その頃は本当に勉強が大好きだったから体育や美術などの才能がいらなくて、努力が全ての世界で、そこならいろいろな人を見返せる気がして、
勉強している間は何も他のことは考えないで。この理由は大きいと思う。結局は良い現実逃避の方法を見つけた。でも、その唯一の現実逃避だった勉強が現実に近づいてきた中3になって、多分高校受験のことですね。〇〇先生に呼び出されて、あんまり頑張ってないでしょ。授業とかはちゃんと聞いているようだけど、家庭でも勉強するように。とか、あと一番はニュアンスを覚えてないけど、今まであまり成績が上がらなかったけど、これから頑張れば上がるからね、みたいなことを言われたときは、ああ、この人は何も私のこと見てないんだな。実際違う。これ多分塾のせい。この塾で中2の時1年間好きなことをもやめて、ネットするのも減らして、テレビだってドラマしか見なくなって、それも少なくなって、ママたちと遊ぶ大事な時間も減らして勉強した意味は何だったんだろうと思って、先生はきちんと生徒のことを思って話してるだろうし、教室長になりたてなんだからしょうがないだろうとその時は思っていた。勉学を励もうと思った。でも、その後あたりから先生から問題間違えた時怒られたりしたのに、毎回傷ついて涙を流さないように授業を受けるのが精一杯になった。中3になったからいろいろ言ってくるようになったのは多いと思う。特に〇〇は別の塾の先生ですね。一つ間違えただけでいろいろ言ってくる。でもその分褒められたのは嬉しかった。から教室長の先生はあまり怒らないけど、目とかのプレッシャーが、それにただただ成績上げろという感じだったからあんまりって感じ。よくお腹空いてたことが思い出せる。お腹鳴りそうになったり、なっちゃったり、ちょっぴり恥ずかしかったかな。その頃から友達関係もどうしようか悩んでた。別に仲間外れとかされてね。むしろ休み時間に私から話しかけに行かないのに向こうから話しかけてくれる3人です。何々はとても良い親友だった。結構他の友達の愚痴を言ってきたけど、でも私は極力そういうことは人前で言わないようにした。あんまり良くないかなと思って。でも友達とそれ以外の話をすると嘘ついてしまう。もうちょっと前から薄々気づいてはいたけどね。すぐに盛ったり嘘ついたりして、ひどい時は8割とか9割嘘。みんな本気で話してくれているのに申し訳なくなってきた。しかも話している時に自分が嘘を言ってる自覚がない。今書いていることだってどっかに嘘があるかも。でもその後すぐわかる。嘘言ってたって。本当に申し訳なくて。友達と話すのを躊躇してしまう。あと、修学旅行あったね、本当に。勉強しない日々というのもあるんだと思った。それがちょっと楽しかったって。それが終わって、一回休んで、そんなことを書いていたらお腹が空いた。お腹が鳴ってきたで、ガーンって書いてあります。で、本編に戻ります。はい。その頃から夜、寝れないのが続いたり気持ち悪くなったりしたけど、調べたら中学生というものをつけて、多分インターネットの検索に中学生というワードを入れたということですね。自律神経失調症的なものが出てきたから、まあ問題ないでしょうと思って日常生活を続けた。そして例の焼きそば事件が起こった。焼きそばに野菜がたっぷり、これは塾に行く前の夜ご飯に焼きそばが出てきたんですよ。で、私大変偏食でございまして、野菜が食べれないんですね。で、そこの焼きそばに野菜が入っていた。で、食べて気持ち悪くなったということを多分この当時の私は焼きそば事件と書いております。続きをいきます。例の焼きそば事件が起こった。焼きそばに野菜がたっぷり。これは衝撃的すぎて今でも覚えている。よりによって実手の前に出すかと思って結局全部食べて、でも勉強しなくて塾には行ったけどね。で、実手を受けたのはいいけど、次の日返されて1時間目の国語では良かったけど、2時間目の社会が1年
ぐらい学校で5教科で取っていないような点数で、頭では気にしなくてもいいと思ったけど、体が震えて授業も全く頭に入らなくて、当てられた時は本当にビビった。本当に久しぶりに答えられたけど、どういうことだろう。その後、焼きそば事件を思い出して、保健室で休んで、そしたらたまたま微熱で帰るって聞かれたから帰った。私、この時、今でもなんですけど、保健室とか、病院とかの、1分とか時間をかけない、十何秒とかで結果が出る簡易的な体温計で熱を測ると37度5分を超せるんですよね。ただちゃんとした体温計で測ると普通に36度何分なんで表面体温が高いだけだと思うんですけど、よくそれを使って相対しておりました。その前にこうなる前からこうなんじゃないかと思ってた。集中が多い。何か一つでもそのきっかけがあれば勉強が現実化してきた時に家族が静かになり始めた。会話がなくてシーンとしているのが耐えられなかった。子供が大きくなってきたら普通にそうなるのかもしれないけど、でもなんか勉強が少しずつ嫌になっている時も家族も一緒に頑張ってくれると思いたかったけど、シーンとなるとなんだか自分一人で戦っているような気がして、もっと嫌になって、いつか勉強から現実逃避するのかなと思った。そして、きっかけができた。休んだらママが優しくしてくれた。勉強や高校のことばっか話してたけど、それ以外の話ができた。とても嬉しかった。でももう受験生であることは分かってたから、小5や中1みたいに半仮病でママと接するのはやめようと思った。だから土曜日からまた勉強頑張った。私はこのまま元に戻ると思った。でも火曜日、数学のテストが返ってきた。多分これ実典のことですね。あんまり解けなかったから覚悟はしてたけど、でもあの点数は結構ショックだった。社会の時とは比べ物にならないくらい。そして授業があんまり頭に入ってこなかったから、体調悪いふり、そのままずるずる引き伸ばし、ママに病院に連れて行ってもらって休んだ。まあその後はたまに授業を受けながら、期末テストも受けて、その後ぱったり行かなくなって、で、学校にはずっと行きたくないと思ったかな。その前に学校行かなくなる前は卒業式迎えるのが怖くて、年取るのが怖くて、義務教育終わるのが怖くて、毎日布団に潜って泣いてたかな。で、勉強が嫌になった時、ママともっと一緒に遊びたいと思ったかな。でも学校に行きたくないという気持ちがバレたらやばいかなと思って学校に行きたいアピールだけして行かないでおこうと思ったけど、一回も行かないのはなと思って楽な体育と数学に行った。でも体育でお願いだからこの人と一緒に見学にならないでと思った人が見学だった。どんだけ運がいいんだって、多分いじめてたかったかな。最初はできるだけその人と離れて見学していたけど、二人に対して先生が記録をつけるように指示して、その人が一人でずっとつけ出したから手伝うように言おうかなと思ったけど言えなかった。そして帰るときにその人がちゃんと手伝ってほしかったなとか、全然手伝わへんねんとか、その人の友達に向かって言ってた。これ完全に私が悪くないですか？手伝いよって話です。その人のことだから言うだろうから終わったら近づかないでおこうと思ったけど聞こえちゃった。これこそ多責思考。その数学の時あんまり勉強していなくて、間違った答え指摘されたりしたけど気にならないくらい傷ついたんで、病院でたまたまかな、甲状腺が悪い地域だねと出て、このまま学校を休んでやろうと思った。それからのことはあんまり覚えていない。でもママと期末テストの提出物したときは、ここは天国より上の世界かなと思うほど嬉しかった。こんなにも長い時間ママと関われているって。でも一つだけ悲しかった。ママが生まれた時に死にたいって言ったこと。私はこんなになって思ったこと何回もあるけど、でも私もだから嫌だなって思ったことは何回もあるけど、そのことだけ、だから死にたいっていうワードだけはママが悲しむから絶対に言わないと思ったのに、ママ1日目で言っちゃうなんて悲しかった。
1月8日の日記も面白いのを見つけたので読んでみようかなと思います。昨日はついに夜泣いてしまった。今まで泣かなかったけど、昨日は我慢できなかった。今年初だ。7日目にして夜しんどい。噂がたくさん。今日は実定らしい。もちろん受けていない。多分、行きたいと言いながら行かないまま卒業。そしてすぐに高校生。無理だよ。人間ってなんて欲深いんだろう。生きていられるのに目立とうとしている。でも、それをしないと自分を保てない。そんな自分が嫌で仕方がない。高校生になれたら、せめて毎日学校に行けるようにしたい。1年は何かと大変だから、留年するなら2年かな。留年はせず、結局ストレートで卒業します。とりあえず、保健室の先生とカウンセリングの先生が優しいといいな。そして仲良くなりたい。あと、できれば、担任の先生も優しいとよくて、生徒一人一人をよく見てくれる先生で、一緒に教室に入ってくれたり、面談してくれると嬉しい。それが希望。あとね、将来の夢ができた。今のこの状態考えが異常だったなと笑うこと。昔の私のように。でも、今は高校受験、保健室受験がしたいです。そのために今日も生きないとね。今日も一日ファイトです。今日もみんなが無事に生きられますように。